Mac が好きだー。どうも皆様、セゴリラ3世でございます。さて、今回はですね、Mac についていろいろ語っていきたいと思います。これですね。よっ、あ、でかい。これですよ。僕が買った iMac なんですけど、これ箱です、箱。このですね、Mac を買うに至ったにはですね、もう壮絶なドラマがありまして、職場でいろいろあってですね、悔しいなっていうか、納得いかないなっていう気持ちがすごいあって、っていう気持ちのままね、家に帰りたくなかったんですよ。僕のね、癒しスポットである大宮のビッグカメラに行ったんですよ。お客様 iMac 新作ですけどいかがですかって言われたんですよ。何が iMac だよ、そんなものさ。買います。これを買ってですね、だいたい1年経ったんです。で、1年経って、Mac のいいところとか、あと悪いところとかね、導入考えてる人とかもいると思うんで、どんな風だったかっていうのをちょっとここでいろいろ語ってみたいと思います。おすすめポイント3つ。これね、いけてねえんだよっていうポイントもね、あるので、そちらも合わせて、ご紹介したいと思いますので、ちょっと視点を変えて、あちらにお見せしたいと思います。はい、ということで視点を変えてみましたよ。これはね、僕のね、使ってる Mac なんですよ。Mac のいいところ、まず一つ目、もう早速出ちゃいますけど、かっこいい。何この16対9の画面のね、このスタイリッシュさ。もうすっげえかっこいいですよね。これね、部屋に置いただけでね、途端にね、このね、おしゃれ野郎の仲間入り。このね、マークがあるだけで、女性とかね、が見たら、Mac があるのみたいな、なるかな。いいとこ2つ目はね、これ立ち上がりがね、めちゃくちゃ早い。Windows とかに比べるとね、もうとにかく立ち上がりが早いですよ。イメージで言うとね、もう、こんな感じみたいな感じの速さなんですよ。使ってると、なかなか立ち上がってこなくてイライラすることってあるじゃないですか。Mac はね、めちゃくちゃ速いですよ。それはね、優れてるなっていうふうに思いますね。Mac のいいとこ3つ目。3つ目はね、iPhone との連携ですよ。これがね、もうね、素晴らしいね。何俺の iPhone と俺の Mac って何もう繋がっちゃってんの？一心同体なんじゃないのっていうぐらい、本当に連携がすごいんですよ。例えばね、リマインダーってあるじゃないですか、リマインダーね。これ僕のね、すごいプライベートが出てます。例えばこう、歯医者に行くとか、予定を入れておくじゃないですか。でそうするとね、ここにもリマインダーってあって、この全く iPhone と一緒に教えてくれるんですよ。それ以外にもね、メッセージってあるじゃないですか。皆さんここ、よくね、メールをやり取りする。例えば今、僕がね、僕に対してメールを送るとするじゃないですか。もやっとさせながらやってますけど、文字を打ってきますよ。セゴリータ3世って覚えにくいよね。そうだよね。と。何考えてるんだろうねと。文を作りました。全く中身のないメールですけど、じゃあ送ってみますよ。送信します。こんな感じ。こういうね、やりとりがね、ちゃんと出るわけですよ。他にもね、写真とかを撮るじゃないですか。僕の今まで撮ってきた写真っていうのは全部ね、ここに表示されるわけですよ。これはね、非常に便利ですよね。で、僕みたいにこうやってね、YouTube を開いて、なんかいろいろやったりとかするわけじゃないですか。動画作ったりとかなんとか。で、もうこっちにね、一生懸命になってて、もう iPhone のことなんかもうね、もう頭にないわけ。やってる時に、おいおいと、お前忘れてんじゃねえのっていう感じでね、こうポコって教えてくれる。もう離れててもいいわけよ。だからこれ全然関係ないわけ、距離とか。他にも皆さんね、もう使ってると思いますけど、これ LINE ね、LINE。これちゃんとね、ほら、教えてくれるわけ、NEW っていうマークがつくわけですよ。LINE からもメッセージが来るのもわかるし、Skype もちゃんと来てるのがわかります。あとは、FaceTime っていうのがあって、iOS いくつだっけな、新しめにしてる人、この画面を通して電話できるんですよ。これね、無料なんです。無料。ただ。ソフトバンクだとソフトバンク同士で、ホワイトプランだったら、この分は安くなりますよとかあるじゃないですか。もうそういうの絶対関係なく、ネットができるっていう環境下で、iPhone を使ってる人同士だったらいいんですよ。で、これはね、すごくね、便利だからね、あんまり使ってない人多くてもったいないですよ、使わないと。いろいろいいところ、このつながりの多さとか紹介してきましたけど、ダメなところもあるんですよ。まずね、ものすごくね、薄いから、CD とか DVD とかね、これで単体じゃ無理なんですよ。SD カードスロット、あと USB のね、ポートが3つ、他ね、Apple 的には CD とか DVD っていうのはもう古いメディアだから落としたりとかクラウド上でやれよっていう意味だなと思うんですよ。だからこれだけだとね、使い物にならないんですよ。僕結局これを買ったんですよ、これね。ブルーレイドライブを買ったんですよね。いろんな CD とかをね、インストールすることができないんですよ。これ不便ですよね。あとね、Mac 使ってる人にはね、すげえあるあるなのかもしれないですけどね。その他っていうのにね、なんか知んないけど、ものすごい容量取られるんですよ。その他の存在がちょっといろいろ調べたんですけど、なんかよくわかんないんですよね。
解決できたらまたちょっと動画で作りますから。冒頭でもね、お話ししましたけど、衝動買いしたんですよ。後々になって、こうしとけばよかった、ああしとけばよかったって結構出てきて、ハードディスクもね、そのままなんです。1テラしかなくって、動画って本当にもう、容量がでかすぎるので、どんどん食っていくんですよ。動画をね、ガンガン僕みたいに編集したいっていう人が、これを使うと、非常にね、不便なことがいっぱいあるわけですよ。これ今ね、画面に映ってるのは僕が今まで作ってきてる動画のタイムライン上のやつなんですけどね。今ね、右上にメモリがね、出てると思うんですよ。23. 点何ギガとかね。この右上のメモリっていうのがどんどん減っていくんですよ。でね、これがね、だいたい15ギガぐらいになるとね、動かなくなっちゃうんですよね。CPU をもっと高いランクのものにしなかったので、これはしょうがないのかなと思うんですけど、動画を編集する人っていうのはね、もう絶対こうメモリーをもっと増やさないとダメですよ。これがね、Apple 純正のメモリなんですよ。これ1枚で4ギガなんですよ。このメモリーを増設してるんです。純正で買うと高いので、Amazon でこれと同じね、規格のものを選んで買いました。で、32ギガに使っていても、カクついてしまう。ストレスをちょっと感じるところはありますよね。メモリ食い虫ですよ。こいつは。Apple はね、はっきり言ってブランドなんです。ブランド。なので、Windows と同じスペックのものを買ったとしても、こっちの方がね、断然高いんですよ。新しく Mac Pro 出てるじゃないですか。筒型のやつ。で、あれだってめちゃくちゃ高いんですよ。一番いい状態にどんどん積み上げて100万超えてしまうんですよ。いわゆるちょっとしたね、軽自動車が買えるんですね。それを同じぐらいの Windows のもので買うとしたら多分30、40ぐらいで収まると思うんですよね。はい、というわけで今回は Mac についていろいろ語っていきました。1年使ってみて結果としてどうだったのかっていうと、買ってよかったなって思ってます。でも次買うときは iMac のもうワンランク上のやつで、CPU を上げたのを買いたいなって思ってます。ということで、セゴリータ3世でした。どうもありがとうございました。また動画作ったら見てくださいね。セゴリータ3世は各種ソーシャルネットワークやっています。パソコンをお持ちの方は右のアイコンをクリック。スマートフォンの方は下の動画説明欄をご覧ください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。